最大100インチの大画面、上に引っ張るだけでかなりくっきりと見える画質、持ってあげて天井投影、全て光るようになりました。いやー、ポケットに入るぐらいのめちゃめちゃコンパクトなプロジェクター欲しいなーということで、今回はこちら、アンカーから新しく発表されたネビュラカプセルエアー。今までのネビュラカプセルシリーズと比べてもかなり小さくなったので、今回はこちらのネビュラカプセルエアー、実際に使ってみてどうなのか、レビューの方をしていきます。今回いつも通りクーポンコードも用意してるので、ぜひ動画の方を最後まで見てってください。ということで早速やっていきましょう。そうしたらまずはこちらのネビュラカプセルエアーの主な特徴を紹介していきます。まずは何といっても大きさですね。こちらなんと世界最小の Google TV 搭載のプロジェクターになってます。こちら重さはわずか約 650g、500ml のペットボトルよりもちょっと重いぐらい。そして直径に関しては7センチにもいかないぐらいのかなりコンパクトなプロジェクターになっています。缶とほぼほぼ一緒のサイズですね。なのでこうやって握ってそのまま飲めちゃうぐらいのサイズ感になっています。この小ささすごいですね。で、こちら小さくてもしっかりと Google TV を搭載していることによって Netflix にもしっかり対応してるし、もちろんプライムビデオや YouTube だったりいろんな人気アプリを楽しむことができます。で、このコンパクトなサイズ感だとやっぱり投影サイズって小さくなっちゃうんじゃないのって思う方も結構多いと思うんですけども、なんとこちらは最大100インチの大画面での投影が可能になっています。なので小さいから画面も小さいっていうことはなく、しっかりと大画面で投影できるのも嬉しいポイントになっています。で、大画面だけじゃなくてこちら映像に関しても普通に綺麗で、こんな感じで結構くっきり映っています。色に関しても REC709、124% 以上カバーということでしっかりとした色味も再現できるし、で映像と同じぐらい大事なのがスピーカーの音質なんですけども、こちらこんなに小さいのにドルビーデジタルプラスに対応しています。広がりのある音声で映像を楽しむことができます。スピーカーに関しては 5W のスピーカーになっています。で映像と音質がいいの分かったけど、こういったよく動かすプロジェクターに関しては自動の補正機能っていうのもかなり重要になってきます。こうやって前に持ってきたり後ろに移動したりするとフォーカス調整しなきゃいけないんですけども、こちらしっかりとオートフォーカスにも対応しているのでピントを自動で合わせてくれます。でこうやって横向けたり上向けたりした時に画面台形になるんですけども、そちらもしっかりと補正機能があります。結構横方向だけのプロジェクターとかも多いんですけども、こちらはしっかりと横方向も縦方向も対応しています。で縦方向対応していることによってこういった天井投影する時に自動で台形補正してくれるので、縦方向の台形補正もかなり重要なポイントになってきます。でその自動台形補正とオートフォーカスを兼ね備えたのがネビュラ IEA4.0 というアンカー独自のテクノロジーになっています。あと気になるバッテリーの持ちに関しては、こちら本体で最大2時間の再生が可能で、そしてこちらの別売りの三脚を使うことによって合計で4時間の動画再生が可能になります。でも2時間もあれば映画1本見れるので、映画1本見ようよとかそういった時はこれ単体でも全然問題ないと思います。あとこちら裏面に USB-C 端子があるので、こちらから充電しながら映像を楽しむこともできます。続いては本体見ていきましょう。本体に関しては表面にレンズがありまして、こちらにセンサー、下の方にはネビュラのロゴに、側面は特に何もなくて、裏面に関してはこちらもリモコンのセンサーに電源ボタン、そして USB-C 端子、こちらは充電とか、あとはハードディスクとか SSD とかをつないでここから映像を読み込むこともできます。であとは HDMI 端子ですね。こちらを使ってゲーム機をつないだり、あとはパソコンをつないで映像を投影するっていうこともできます。で上部に関してはこれタッチパネルになっていて、プロジェクターの操作をすることもできます。これ暗いところだと光るので、暗い中で本体だけで操作することなんかもできますね。であと背面に関しては三脚の穴がついています。今回のネビュラカプセルエアーに関してはリモコン自体も進化していまして、今までのモデルは LED っていうのが全てつかなくて、こういった戻るとか設定ボタンっていうのが光んなくて、ちょっと暗い中では覚えないと操作できなかったんですけども、この左右上下と決定ボタン、そしてこちらの下のボタン以外は全て光るようになりました。なので暗い中で使う時もしっかりと使うことができるので、リモコンもかなり進化しています。続いてはこちら別売りにはなるんですけども、バッテリー内蔵の三脚、こちらもちょっと紹介していきます。こちら使い方に関しては背面にボタンがあるので、こちらを押すと三脚が開きます。でこの状態で広げてあげて、こんな感じで三脚を立てる形になります。この上の部分に三脚穴があるんですけども、こちらを持ち上げてあげると、この裏面に手で回せるネジが出てきまして、ここにネビュラカ
カプセルエアーをつけます。これつけるときは三脚の部分をこう立てた後に上に向くように設置します。そうすることで天井投影ができますね。で、これでもう固定は簡単で、あとは普通に壁に投影したい場合はこのまま三脚として使う、天井に投影したい場合は上に向けるっていう感じの使い方です。で、こちらの三脚に関してはただの三脚だけじゃなくてこちら伸ばせます。よいしょ。これ結構硬くなってるので使ってる間にどんどん三脚がこう下に沈んでっちゃうっていう心配はありません。三脚の下の部分からこのレンズの部分まで90センチあったので結構高さを出すことができます。で、さらにね、台形補正とかもあるので、もうちょい上に投影したいっていう場合はこれをちょっと上に上げてあげる。真横に投影したいっていう場合はこのまま投影する使い方ができるので、このネビュラカプセルエアー使うんであれば三脚はこちらがおすすめです。で、こちらの三脚にはここにインプットっていう USB-C 端子と後ろ側にはアウトプットっていう USB-C 端子がありまして、この三脚自体を充電するときはインプットの USB-C 端子、この三脚からプロジェクターに充電するときはこちらのアウトプットの端子とこちらのネビュラカプセルエアーの USB-C 端子をケーブルでつなぐ形になります。この三脚自体に短い USB-C ケーブルがついているのでこちらでつないであげましょう。実際につなぐとこんな感じですね。で、もちろん天井投影するときもケーブルが邪魔になることなく投影することができます。もちろんこちら三脚を伸ばしてもこのケーブルが出てる部分っていうのは変わらないので、どの長さでも使うことができます。ちゃんと考えられてますね。そうしたら実際に使っていきましょう。今回はこちらの三脚と同時に使用していきます。まずは三脚を開いてあげて立てます。上に引っ張ります。今回そんな高さいらないのでこのくらいにします。まずは壁に投影しましょう。こちらが実際のプロジェクターの映像になります。どうでしょうか。こちらのプロジェクター 720p なんですけども、普通に画質綺麗ですね。この辺とかどうでしょうか。普通に映像を楽しむ分には全然問題ない画質になってますね。で、輝度に関しては今回150アンシルーメンということで、カプセル3レーザーとかと比べると暗めにはなってるんですけども、部屋の電気を消してあげればかなりくっきりと見える画質になっています。ちょっと部屋の電気つけてみます。部屋の電気 1% でつけてみました。これだと大丈夫。こちらが電気 20% ですね。普段夜とかだとこのぐらいの明るさにしてるんですけども、やっぱ電気とかをつけると結構薄い感じにはなりますね。ただ見れなくはないっていう感じ。ただこんな感じで電気を消した方がくっきりはっきりと見えるので、電気を消して暗いところで見る用のプロジェクターっていう感じですね。画質に関しては全然問題なし。今実際に YouTube の動画流してるんですけども、こちら 4K60p の映像になるんですけども、こちら設定をチェックしてみると画質は最大 1080p60 フレームまでになっていますね。で、字幕に関してはしっかりとオンにできて、ちょっと2倍速再生してみます。こんな感じでね、今字幕を出しながら2倍速再生してるんですけども、こちらはしっかりと再生できるようになっています。動画の飼育に関してもこんな感じでサクサク動くし、再生。読み込みに関してもかなり早いですね。全然問題ない使用感で、動画一覧のスクロールに関してもかなり滑らかに動くし、動作がちょっと重くて不満がたまるとかそういったことは全くないです。でもちろん Google TV 搭載なので Netflix もしっかりと見ることができるし、リモコンの下のボタンを押すことによって YouTube を起動したり Amazon プライムビデオを起動したり Netflix とか、あとは一瞬で音声をミュートすることもできます。そしたら気になるスピーカー音質チェックしていきましょう。低音は少し弱めなんですけども、映像を見る分には十分な音質になっています。そうしたら今はこんな感じで壁に投影してるんですけども、この状態で天井投影してみましょう。天井投影に関してはもうこのままこれを折ってあげて上に向かせるだけ。そうするとこんな感じで天井に投影することができてます。寝っ転がりながら見るとこんな感じ、しっかりと見ることができます。この寝っ転がりながらプロジェクター最高なんですよね。で、こちらのネビュラカプセルエアーに関してはアンカーならではの安心の24ヶ月保証もしっかりと対応しています。もともと18ヶ月の本体保証があって、アンカー会員になることによってプラスで6ヶ月延長保証がつきます。もちろん無料です。安心して長く使える製品になっています。ということでいかがでしたでしょうか。ネビュラカプセルエアー。なんといってもこのサイズ感、そして軽さ。よく出かけてプロジェクターを使う機会が多いとか、友達に家行って夜パーティーするとか、そういった方はこの小さい手のひらサイズで使えるプロジェクター、かなりおすすめになってます。で、そして今回のモデルに関してはバッテリー機能付きの天井投影も可能な三脚も同時に発売されているので、こちらと組み合わせて使うのもかなりおすすめです。いろんな場所に持っていくっていう方はぜひこちらのネビュラカプセルエアー検討してみてください。個人的には
はね、この小ささ、そして白いボディ、かなりお気に入りになってます。ということで、新しく発売されたネビュラカプセルエアーのレビューでした。クーポンコードは概要欄に貼っておきます。以上、バイバイ。